皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい単語や文法も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。静香さん、僕たちこのオープニングを毎回言ってますけど、日本の生活や文化について話したことはありましたっけ？そろそろそう言われそうだと思っていましたよ。今日はルールについて考えながら文法を勉強しましょう。ルールを守ることはどの国でも大切ですが、特に日本人は厳しいですよね。はい、今日はルールについて説明する時の文法を勉強します。文化についても勉強できるようにスキットを書きました。えーっとマイクさんの話ですか？マイクさんはアメリカ人の留学生ですね。はい、では読みましょう。マイクさん、早いですね。あ、さきさん、僕も今着いたんですよ。10分前に着くのってとても日本人らしいですね。そうですよね。5年前は20分遅れても平気だったんですけど。5年前？マイクさんが日本に来たのは5年前なんですか？高校生の夏に1ヶ月だけホームステイをしたんです。初めての日本でいろいろなカルチャーショックがありました。お母さん、土曜日ホストファミリーと学生のパーティーがあります。お母さんも来ることができますか？ええ、知っていますよ。美術館に行くことになったと学校から聞きました。もちろん私も行きますね。ありがとうございます。美術館に行ってその後みんなで食事をします。先生も来ます。先生や他の学生と美術館で会うの？チケットは？はい、10時に会います。チケットは先生が買うことになっていますから、僕たちは買わなくていいです。でも ID を持っていかないといけません。それから僕はカメラも持っていくことにしました。浮世絵の写真を撮りたいです。持って行ってもいいけど、カメラは美術館では使ってはいけませんよ。ルールですから。え、そうなんですか？日本の美術館はカメラは禁止ですか？全部の美術館じゃないけど、大抵写真を撮ってはいけないことになっていると思いますよ。マイクさん、土曜日は9時45分に美術館に着くように家を出発しますから、早く起きてね。会う時間は10時です。9時45分は早くありませんか？他の人に迷惑をかけてはいけないから、15分前に着きたいの。それもルールですか？ルールというよりマナーですね。そうですか。わかりました。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。あ、お母さん、電車が来ましたよ。乗りましょちょっとマイクさん、並んで待っていた人たちがいるでしょ？あの人たちより先に入ってはいけません。それに私たちの電車はこれじゃありませんよ。う。でも、これも美術館の駅に行きますよ。どうしてこれに乗らないんですか？これは全部の駅に止まることになっているから時間がかかるの。この後にもっと早い電車が来るからね。ここに並びますか？そうですよ。列を作って順番に電車に乗るんです。それがマナーですよ。そうですか。あ、電車が来ました。日本の電車は遅れることがないので便利ですね。そうですね。電車が時間通りに来るから私たちも時間通りに美術館に着けますね。あ、電話。マイクさん、電車の中で電話するのはあまりいいことじゃないから。そうですか。じゃあメールします。日本の電車は静かですね。誰も電話で喋っていません。そうね。
でももっと昔は電車の中では携帯電話を切ることになっていたのよ。へえ。あ、次の駅ですね。楽しみです。美術館の中では飲み物を飲んではいけないから、ペットボトルはロッカーに入れましょうね。美術館の人に写真を撮ってもいいか聞きました。やっぱり撮ってはいけないそうです。カメラもロッカーに入れることにします。このレストランは日本料理ね。誰がこの店に決めたの？学生にアンケートを取ってこの店に行くことになったんです。雰囲気も素敵だし、料理も美味しそうですね。あ、マイクさん、お米を食べるときはお茶碗を持って食べないといけませんよ。そうなんですか？アメリカの韓国料理レストランでお茶碗を持ってはいけないと言われました。そうですね。韓国の食事のマナーですね。日本はお茶碗を持つのがマナーなんですよ。へえ、国が違うとマナーも違いますね。面白いです。お箸の使い方にもたくさんルールがあるのよ。きっと日本語の勉強にもなるから今度調べてみて。今度日本の文化についてプレゼンがあります。僕は日本食のルールを発表することにします。お母さん、いろいろ教えてください。そんな感じで、最初は日本のルールは面倒だと思っていましたが、他の人に迷惑をかけないためだと分かってから、僕もルールやマナーを守りたいと思うようになりました。そのホストマザーさんはマイクさんのためにいろいろ言うことにしたんですね。そうなんです。もしホストマザーが厳しくしてくれなかったら、僕はとても失礼なアメリカ人になってしまったと思います。ホストマザーのおかげで、日本での生活がもっと簡単になりましたよ。マイクさん、郷に入っては郷に従えということわざがあります。ことわざ？イディオムですね。でもそのイディオムは聞いたことありません。どういう意味ですか？これは、あれ、スキット終わりましたよ。静香さん、ことわざの意味は？最後に言いますね。でもちょっとだけヒントです。郷は古い日本語ですが、その場所と考えてください。郷に入ってはつまりその場所に入ったらです。さあ皆さん、どういう意味か考えてみてください。ではスキットに行きましょう。あ、間違えた。ではレッスンに行きましょう。ことわざの意味は最後に教えます。スタラジ日本語レッスン。静香先生、今日勉強する文法は？ことになった、ことにした、ことになっている、しないといけない、してはいけないです。よく似ていますけど違うんですね。なったとしたの違いはこれまでもたくさん勉強しましたね。はい。なる、なったは、それが自分で変わることです。する、したは、私がそれを変えることです。これをヒントに、ことになったから勉強しましょう。スキットではホストマザーが美術館に行くことになったと学校から聞きましたと言っていましたね。誰が美術館に行こうと決めたんですか？ホストマザーですか？いや、行くことになったと言ってるんだからホストマザーは決めていないと思いますよ。そうですね。することになったは、私じゃない誰かが決めたことです。例文で勉強しましょう。よし、お願いします。弟の希望で今年の家族旅行は沖縄に行くことになった。残念だけどこのバンドは今年の12月に解散することになったらしいよ。春のセミナーには有名な日本語の先生に来てもらうことになりました。はい。もっとフォーマルにすると、することとなりましたになります。何度も勉強しましたが、春になる、大きくなる
なんとかなるなど、なるには私の思いは入らないですね。ここがポイントですね。それならすることにしたの意味ももうわかりますよね。スキットではこんな風に使われていました。それから僕はカメラも持っていくことにしました。浮世絵の写真を撮りたいです。そのホストマザーさんはマイクさんのためにいろいろ言うことにしたんですね。マイクさんが僕はカメラも持っていくと決めた。ホストマザーが私は厳しくルールを教えると決めたですね。その通りです。決めたという気持ちが伝わるフレーズなので、目標を言うときによく使います。よし、私が前の文を考えるので、後ろの文を作ってください。皆さんも一緒にやってみましょう。最近太ってしまったので、ダイエットを始めることにした。来年 K-POP のコンサートに行くから、韓国語を勉強をすることにします。映画のチケットが2枚あるから、友達を誘うことにした。健康のためにお酒を飲まないことにしたけど、友達といるときは飲んでもいいことにしよう。はい。これもフォーマルにすると、こととするという言い方になります。次、ことになっているですね。ことになったとなっている、少し違いますね。はい。ことになったは誰かが決めたことでしたね。じゃあ、なっているは、スキットを聞いてください。チケットは先生が買うことになっていますから、僕たちは買わなくていいです。全部の美術館じゃないけど、大抵写真を撮ってはいけないことになっていると思いますよ。誰かが決めたことがずっと続いているイメージをしてください。つまり、ルールや習慣、予定などを言うときに使います。日本の会社は変だとか厳しいとかよく言われますが、よし、日本の会社にはどんなルールがありますか？ルール？ごめんなさい。文化かな？どんな文化がありますか？そうですね。昔は女の人がお茶を入れることになっていたり、飲み会には必ず行くことになっていたりしましたね。あとは上司、つまりボスが帰らないと自分も帰れないことになっているとか。誰かが始めた変なルールやマナーで仕事以外のことで苦労することが多かったんですね。最近はこういう文化は少なくなったと聞きましたけど、どんどん変えていかないといけませんね。変えていかないと。これも今日の文法ですね。しないといけない。はい。しないといけない、してはいけないは N5 レベルなんですが、結構使えない人が多いんです。もう一度ここでしっかり勉強しましょう。あ、マイクさん、お米を食べるときはお茶碗を持って食べないといけませんよ。そうなんですか？アメリカの韓国料理レストランでお茶碗を持ってはいけないと言われました。お茶碗はご飯を入れるボウルです。日本ではお米、つまりご飯を食べるときは左手にお茶碗を持って右手にお箸を持ってご飯を食べますね。これがマナーです。左でお箸を持つ人は右でお茶碗を持ちます。はい。でも韓国ではこの食べ方はマナーが悪いと言われます。国が違えばマナーも違います。日本ではお茶碗を持って食べないといけません。韓国ではお茶碗を持って食べてはいけません。いけませんは良くない、悪い、ダメという意味ですね。日本ではお茶碗を持って食べないのは良くないことです。
韓国ではお茶碗を持って食べるのは良くないことです。なるほど。確かに考えれば考えるほど難しいですね。日本語学校では英語で教えてはいけないことになっていますが、私は英語で説明することにします。お茶碗を持って食べないといけません。You don't hold a rice bowl. It's not good. つまり You have to です。お茶碗を持って食べてはいけません。You hold a rice bowl. It's not good. Not good とか。つまりYou must not です。静香先生、この文法を使って日本のマナーやルールを教えてください。家に入るときは靴を脱がないといけません。車に乗るときはシートベルトをしないといけません。温泉のお風呂の中にタオルを入れてはいけません。電車の中では大きな声で話してはいけません。いろいろなマナーがありますが、マイクさんが人に迷惑をかけないためのマナーだと言っていましたね。マイクさんは大切なことに気がついたみたいですね。そうですね。ではもう一度スキットを聞いてみましょう。今度は少しゆっくりになります。マイクさん、早いですね。あ、さきさん、僕も今着いたんですよ。10分前に着くのってとても日本人らしいですね。そうですよね。5年前は20分遅れても平気だったんですけど。5年前？マイクさんが日本に来たのは5年前なんですか？高校生の夏に1ヶ月だけホームステイをしたんです。初めての日本でいろいろなカルチャーショックがありました。お母さん、土曜日ホストファミリーと学生のパーティーがあります。お母さんも来ることができますか？ええ、知っていますよ。美術館に行くことになったと学校から聞きました。もちろん私も行きますね。ありがとうございます。美術館に行ってその後みんなで食事をします。先生も来ます。先生や他の学生と美術館で会うの？チケットは？はい、10時に会います。チケットは先生が買うことになってますから、僕たちは買わなくていいです。でも ID を持っていかないといけません。それから僕はカメラも持っていくことにしました。浮世絵の写真を撮りたいです。持って行ってもいいけど、カメラは美術館では使ってはいけませんよ。ルールですから。え、そうなんですか？日本の美術館はカメラは禁止ですか？全部の美術館じゃないけど、大抵写真を撮ってはいけないことになっていると思いますよ。マイクさん、土曜日は9時45分に美術館に着くように家を出発しますから、早く起きてね。会う時間は10時です。9時45分は早くありませんか？他の人に迷惑をかけてはいけないから15分前に着きたいの。それもルールですか？ルールというよりマナーですね。そうですか。わかりました。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。あ、お母さん、電車が来ましたよ。乗りましょう。ちょっとマイクさん、並んで待っていた人たちがいるでしょう。あの人たちより先に入ってはいけません。それに私たちの電車はこれじゃありませんよ。でも、これも美術館の駅に行きますよ。どうしてこれに乗らないんですか？これは全部の駅に止まることになっているから時間がかかるの。この後にもっと早い電車が来るからね。ここに並びますか？そうですよ。列を作って順番に電車に乗るんです。それがマナーですよ。そうですか。あ、電車が来ました。
日本の電車は遅れることがないので便利ですね。そうですね。電車が時間通りに来るから、私たちも時間通りに美術館に着けますね。あ、電話。マイクさん、電車の中で電話するのはあまりいいことじゃないから。そうですか。じゃあメールします。日本の電車は静かですね。誰も電話で喋っていません。そうね。でももっと昔は電車の中では携帯電話を切ることになっていたのよ。へえ。あ、次の駅ですね。楽しみです。美術館の中では飲み物を飲んではいけないから、ペットボトルはロッカーに入れましょうね。美術館の人に写真を撮ってもいいか聞きました。やっぱり撮ってはいけないそうです。カメラもロッカーに入れることにします。このレストランは日本料理ね。誰がこの店に決めたの？学生にアンケートを取ってこの店に行くことになったんです。雰囲気も素敵だし、料理も美味しそうですね。あ、マイクさん、お米を食べるときはお茶碗を持って食べないといけませんよ。そうなんですか？アメリカの韓国料理レストランでお茶碗を持ってはいけないと言われました。そうですね。韓国の食事のマナーですね。日本はお茶碗を持つのがマナーなんですよ。へえ、国が違うとマナーも違いますね。面白いです。お箸の使い方にもたくさんルールがあるのよ。きっと日本語の勉強にもなるから、今度調べてみて。今度、日本の文化についてプレゼンがあります。僕は日本食のルールを発表することにします。お母さん、いろいろ教えてください。そんな感じで、最初は日本のルールは面倒だと思っていましたが、他の人に迷惑をかけないためだと分かってから、僕もルールやマナーを守りたいと思うようになりました。そのホストマザーさんはマイクさんのためにいろいろ言うことにしたんですね。そうなんです。もしホストマザーが厳しくしてくれなかったら、僕はとても失礼なアメリカ人になってしまったと思います。ホストマザーのおかげで日本での生活がもっと簡単になりましたよ。マイクさん、郷に入っては郷に従えということわざがあります。ことわざ？イディオムですね。でもそのイディオムは聞いたことがありません。どういう意味ですか？これは、はい、今日も歌がありますよ。AI が作った歌ですか？はい、そうですね。皆さん、日本のルールが一番大きく変わった時はいつだと思いますか？侍の時代が終わった時ですか？そうですね。おー、やった。正解です。はい、それを歌にしてみました。イエイ、はいさすが歴史専攻。 OK、 じゃあ皆さん聞いてみましょう。面白そうですね。東京、江戸、東京、鉄道東京、江戸、東京、東京、江戸、東京、江戸、東京、江戸、東京。刀持ってはいけないことになった。ちょんまげしてはいけないことになった。将軍様、さよなら。もう侍ではなくなったのだ。武士やめるなら潔く死のうかな。切腹もダメなの。命は大事にすることになった。でも気づいた、武士道って形じゃない。
正しいことをする、人のためになることをする、新しい社会で武士道を示すことにした。これからは東京。拙者じゃなくて私ということになった。ござるは仕事では使ってはいけないことになった。たたらは置いた、でも心の中の刃はまだ錆びてない。誰かを助けることにした、誰かの間違いを止めることにした。そう気づいた武士道は形じゃないんだ。曲がったことはしない、誰かの涙を見過ごさない。新しい国で武士道を示すことにした。肩は持ってはいけない、ちょんまげは言ってはいけない。武士道は捨てないことにした。どう生きる、人のために生きることにした。将軍いなくても消えなかった、刀がなくても消えなかった。刃を心にしまって明治の世で武士道を示すことにした。はい、皆さんどうでしたか？江戸、東京という言葉がたくさん出てきましたね。うん江戸っていうのは東京の前の名前ですね。うんうん、はい、江戸時代。はいはい、なるほどなるほど、江戸時代が終わって侍の時代が終わりました。そうですね、まあその時代東京になったから外国からいろいろな文化とか考え方が入ってくるようになったんですね。それで日本のルールがいっぱい変わりましたね。うん、それで何々することになったあーなるほど、はいはい、そういう歌詞がいっぱい出てきましたね。はいはい、ところでよし、スキットの最後にさきさんが郷に入っては郷に従えということわざを紹介しました。どういう意味か分かりましたか？静香先生が語はその場所だと言ってましたね。従うは言われた通りにするという意味です。つまりその場所に入ったらその場所のルールを守らないといけないという意味ですね。英語でも同じ意味のことわざがありますね。When in Rome, do as the Romans do です。その場所の文化をリスペクトするということは大切ですね。ところで文化といえばマイクさんのホストマザーの話し方なんですけど、ホストマザーは女の人の話し方でしたね。女性語、女言葉と呼ばれています。これも日本語の文化ですよね。静香先生、男性や女性の話し方について勉強できたら面白いと思います。そうですね。じゃあ次のレッスンでは話し方について勉強しましょう。皆さん来週のレッスンも面白そうですよ。楽しみにしてください。今日もありがとうございました。次のレッスンもよろしくお願いします。それではまた来週。だねー。